この動画では OneDrive の発展的な機能として共有という機能の解説を行います。まず OneDrive 上のファイルを共有する方法をご紹介し、共有の種類についてご説明します。最後に共有リンクの取得方法を説明します。まず OneDrive 上のファイルの共有方法をご紹介します。こちらは Mac のファイラーである Finder に OneDrive アプリを統合したものです。OneDrive のフォルダの中にあるこちらの document.docx というワードファイルの上で右クリックをすると、共有という OneDrive のメニューが現れます。こちらを押すことで OneDrive の共有のメニューが開きます。こちらで共有の設定を行います。この動画ではファイラー上の共有の方法をご説明していますが、やり方はブラウザーからアクセスした OneDrive でも、スマートフォンやタブレットの OneDrive アプリからでも基本的には同じです。OneDrive の共有というものにはいくつかの種類があります。こちらはリンクの設定を開いたところですが、上から1、2、3、4種類の共有の仕方があるということをご確認ください。一番上のリンクを知っているすべてのユーザーというのは、共有設定して URL を生成したら、その生成された URL から誰でもそのファイルにアクセスできるというですね、非常に広い共有を表しています。が、こちらは立命館大学の OneDrive では選択不可となっています。立命館大学の組織の外側の人たちに不特定多数にファイルを公開することはできないということです。次に、リンクを知っているあなたの組織のユーザーというのがあります。こちらのあなたの組織というのは立命館大学のことですので、立命館大学という組織の中の不特定多数のユーザーとファイルやフォルダを共有したいときはこちらを選択してください。次の既存アクセス権を持つユーザーというのはあまり気にしなくてもいいです。あまり使うことはないと思います。で、最後に特定のユーザーというのがありまして、こちらはメールアドレスで共有相手を特定してファイルやフォルダを共有するというものになります。その他の設定としましては、編集を許可する、ダウンロードを禁止するというのがそれぞれオンオフ切り替えることができるようになっています。編集を許可するにチェックを入れますと、ファイルやフォルダを共有した相手がそのファイルやフォルダに変更を加えることができます。ダウンロードを禁止するもチェックを入れてオンにしますと、そのファイルをダウンロードすることができなくなる閲覧のみの状態で共有することができますが、これらは基本的には Office ファイル、DocX、PPTX、XLSX といった拡張子を持つファイルのみが禁止指定が可能となっております。ご注意ください。学生に対してファイルやフォルダの中で教材を公開する教員はこの編集を許可するとかダウンロードを禁止するというオプションについても検討を行ってください。整理しておきますと、立命館大学の教員や学生といった不特定多数のユーザーとですね、組織内で共有したい場合は、上から2つ目のリンクを知っているあなたの組織のユーザー、こちらを選択しておくのがいいと思われます。最後に共有設定を適用すると、共有のリンクが生成されます。この生成されたリンクをコピーして、学ばプラス R の掲示板などに貼り付けることで、不特定多数の組織内のユーザーとファイルやフォルダを共有することができます。先ほど申し上げましたように、編集許可がされていますと、他のユーザーがファイルやフォルダに変更を加えることができます。共同編集などを行う場合は、その編集許可をしておくべきですが、編集をされたくない場合は、編集許可のチェックを外すようにご注意ください。